コンパル流81代目宗家のコンパル則和です。第1回目の配信になります。初めての配信なので、お見苦しいところもあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。この度のコロナ禍により、能楽師の仕事はゼロになりました。そこで何かできることはないかなと、家族で相談したところ、ちょうど IT に強い兄弟がおりまして、YouTube の配信ということをしようと思いました。方針としましては、すでにいろんな能楽師の方、先輩方がやっているような、初心者向けの入門講座というような形というよりは、我々コンパル宗家がいろいろ培ってきたコンパル流の特徴というようなものを深く掘り下げたチャンネル、そういったものを、送っていきたいと思っております。そこで、父である80世コンパル安明が、3年前に、このようなコンパルの脳という本を出したんですけれども、その内容を読んでみて、コンパル流と他の流派、これは後ほど説明しますけれども、その違いが詳しく載っていたんですね。そこでこの本をもとにコンパルクイズみたいな、そんなようなものを出して皆様に答えていただくという形式を思い至りました。クイズの前にまず、能の成り立ち、歴史、そういったものを改めておさらいしたいと思います。そもそも能には主役を演じる流派が5つあります。これをして方と呼びます。江戸時代に定められた順番で申しますと、観世、コンパル、宝生、金剛、喜多という並びになります。その中で、神がかりと呼ばれる流派がありまして、観世流、宝生流、この2つを神がかり。それに対して下がりと呼ばれるグループがありまして、コンパル流、金剛流、喜多流、これを下がかりと呼びます。これは650年前、観阿弥世阿弥親子と言われる能を大成した親子がいるんですけれども、室町時代ですね、早く京都に入って活躍した流派、これが観世流、宝生流に対して、もともと我々能楽は奈良でが発祥なんですけれども、そこに残っていたコンパル、金剛、この2つを、ちょうど地図で見ますと、北に京都、南に奈良がありますので、これで神がかり、下がかり、このように言い分けております。江戸時代に新しくできた喜多流は金剛流から派生したこと、元になる台本、これを我々は歌い本というんですけれども、その歌い本がコンパル流系統の歌い本であったことから、下がかりに分類されております。コンパル流は私で81代目になるのですが、他の流派の宗家、家元とかいろいろ言い方あるんですけど、宗家はだいたい20代前半から後半の代数になります。これは能を大成した世阿弥の書いた風刺家伝という本ですね。コンパル流の1代目は飛鳥時代ですから、今から1400年前、約1400年前ですねに、聖徳太子の臣下であった秦野幸勝という人が1代目であると記されていたからです。実際室町時代に活躍した我々コンパル流の中高の祖であるコンパル全畜は秦野幸勝から数えて57代目にあたります。ちなみにコンパル全畜は世阿弥の娘婿にあたります。なので、他の流派の宗家と同じように、私も室町時代から数えれば
24代目であり、大きな開きはありません。とはいえ、能楽の流派の違いというのは、何せ650年という歴史があることもあり、5流それぞれの進化、変化をしてまいりました。そこで、まずはコンパル流の歌を聴いていただいて、それだけではね、面白くないので、皆様に何の歌であるか当てていただきたいと思います。では、歌います。ここに来て昔を返すはい。皆様、お聴きいただきましたが、今の曲のタイトルは何でしょう？どうでしょう？いろんなのに詳しい方もご覧になっていると思いますし、また、初めて能に触れる方もご覧になっているとは思います。大体5流の能をですね、熱心にご覧になっている方であれば、大体3年ぐらい見続けていれば、想像はつくかと思います。さあ、そろそろ答えを発表したいと思います。正解は、井筒でした。今歌ったのは、井筒の中でも、姉妹と呼ばれる場所がありまして、その頭の方のして歌いと、そこから続く地歌いを歌いました。ちなみに能の終盤近くの歌いです。そもそも井筒という曲は伊勢物語を題材にした曲です。ところが今歌った歌いはですね、伊勢物語の本編には歌われている和歌ではありません。井筒という能の作者は、先ほど申しました世阿弥という人です。ちなみに世阿弥は今の観世流の元にとなった人であり、父の観阿弥とこの世阿弥の漢字を一文字ずつ取り、観世流と名乗るようになったそうです。その世阿弥の作った曲なんですけれども、冒頭で申しました通り、能楽は五流によって歌いが少し違ってきます。特に今歌ったところで言いますと、ここに来て昔を返す有原の寺井に住めると、昔を返すの部分がですね、コンパル流と北流は昔を返す。それに対して金剛流は昔に返すとなっております。そして観世流と宝生流、いわゆる神がかりは昔ぞ返すなんですね。ちなみに歌詞の面において神がかりである観世流と北流は似通っていることが多いです。それに対して下がかりは下がかりで、似通っている部分が多いです。歌い方に関して言いますと、これは私の
感覚なんですけれども、コンパル流、宝生流、北流、この3つの流儀が比較的、似ていると感じるんですけれども、それに対して関西流と金剛流、この2つがなんとなく似てるなと、私は感じます。歌詞は文章に残りますので、上がかりと下がかりの違いが保存されやすいのですが、歌いのメロディー、これを我々は節と呼ぶのですけれども、文章で表すのが難しく、いわゆる口伝、口で伝えると書いて口伝ですね。により伝えられたので、変化がしやすかったのかなと思っております。というように、五流でも少しずつ違いがあるということが分かっていただけたと思います。ではここで井筒の中からもう一句歌ってみたいと思います。今度は伊勢物語の本編に読まれている、皆さんがご存知の和歌が使われている部分を歌います。つんついずついずつにかけしまろがたけおいにけらしなもみざるまにとよみておくりけるほどにはい、お聞きいただきました。今歌ったのは前シテの癖の上げ派というところです。皆さんどうでしょう、ちょっと違和感を感じたという方が、いらっしゃると思います。皆さんが学校で習う伊勢物語では、つついつつ、いずつにかけしまろがたけ、杉にけらしないもみざるまにというふうに習ったと思うんですね。今本屋さんで売っているもののほとんどがこの下の句の杉にけらしないもみざるまにとなっていると思います。ところが我々能楽の歌いはですね、コンパルを含め5流すべての流派がおいにけらしないもみざるまにと歌っています。もちろん流派により節の旋律は違いますけれども、文章、セリフの方は今の通りです。この違いがなぜ出てきたのかというのが疑問に思われますよね。そこで私の父がいろいろ調べましたところ、室町時代に世阿弥が井筒を作る際に参考にしたのが、朱雀院塗り米本という系統の本であったようです。この朱雀院塗り米本では、おいにけらしないもみざるまにとなっております。ところが、今教科書に使われている本は、藤原定家本という本の系統です。この藤原定家本というのは、先ほど言ったように、杉にけらしないもみざるまにというふうに朱雀院塗り米本と違うんですね。改めて申しますと、能は朱雀院塗り米本。学校の教科書は藤原定家本と元々の本が違うということから歌詞の違いが出てきております。このように我々室町時代から続けている能と
今現在教科書で使われているフォントで差異が出てくることがあるということが分かっていただけたかと思います。さて、これで第1回は終わりです。今回お送りしましたように、このチャンネルではコンパル流と他流の違いを主に紹介したいと思っております。また、世の中との、これは今と室町時代と言ってもいいかもしれないんですけれども、能の歌いの違いということも、できる限り紹介してみたいと思っております。次回取り扱ってほしい、曲目や、ご意見等ありましたら、コメント欄の方によろしくお願いいたします。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。